はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはダブルベルシグ P226R 樹脂バージョンガス風呂バッグになります。以前東京マルイのシグ P226E2 について私は動画でご紹介しています。スライドとフレームのコントラストや E2 刻印など見た目も非常に良いエアガンでした。ただ在庫整理の意味でですね、現在は手放しています。今回たまたまネットを見ていたところ、ダブルベルからスライド樹脂版の非常に廉価な P226 が発売されており、シールズが採用した P226 へのですね、興味がですね、再燃してしまいました。P226 の形状ってなんかかっこいいですよね。マーク25については田中からモデルガンが発売されているようですが、多分エアガンは日本では発売されてないんじゃないかなと思います。なのでなんとかマーク25仕様のエアガンを手にしたいなと思って P226 レイルのですね購入を決めました。東京マルイの P226 レイルでマーク25化を行ってもいいんだと思うんですけれど、今回かなりチャレンジ的な要素があるので保険の意味も兼ねてですねダブルベル製を購入しました。今更 P226 のレビューもニーズはあまりないと思いますが、ダブルベル製の P226 の紹介は少ないんじゃないかなと思って簡単ですがご紹介したいと思います。多分東京マルイとの互換性も高いと思います。ただ手元に東京マルイ製がないので比較はちょっと難しいんですが、記憶を頼りに、E2 とのですね共通点や違いなども見ていけたらなと思っています。あと大した変化ではありませんが、私なりにマーク25化した内容についてもご紹介したいと思います。手にした印象ですけれども、ダブルベルのハンドガンはこのガンケースに入ってきますね。こちらになります。こちらは嬉しいですね。P226 は良い意味で全体的に四角いのが印象的ですね。スライドとフレームの高さがあるのも P226 らしいですよね。あと全体にマットブラックですね。こちらは E2 との違いをまず感じます。人間工学に設計された E2 グリップとは若干違いますけれども、このレイルのグリップも非常に握りやすいと思います。あとこのレバー類ですね、非常に扱いやすい場所に配置されているのは特徴かなと思いました。それでは各部見ていきたいと思います。マズルは 9mm 弾を使用する形状になります。フロントサイド、リアサイドともに別パーツで金属製になります。ただフロントサイドにホワイトドットは入っていないですね。スライド前方にレーザーによるシグザウアー P226 の刻印が入っています。フレーム前方にはですね、20mm のレールがあります。こちらライトを装着するとですね、こんな感じになります。ただちょっとガタガタですね。フレーム下部にはですねパーティングラインが残っていますね。これはちょっと残念ですね。フレーム左側にはですねテイクダウンレバーがあります。こちらは金属製ですかね。またデコッキングレバーやあとスライドストップ、あとですねマガジンキャッチですね、こちらも左に、集約されています。これは非常に近くてですね扱いやすいと思います。このデコッキングですけれども、これ非常に硬いですね。あとデコッキングのハンマーのポジションは、通常のポジションに戻るようですね。こちらは東京マルイ製と違いますね。このデコッキングレバーとですね、あとスライドストップはスチール製になります。グリップはですね全部にセレーションで、左右と後ろですね、こちらが脂肪加工されていてグリップ力が非常に高いと思います。またE2 と同様曲線で構成されているので、こちらも非常に握りやすいですね。グリップ左側には P226、右側にはシグザウアーの刻印が入っています。グリップ後方なんですが、ここら辺ちょっと隙間がかなりひどいですね。
これはちょっと悩みますね。あとファイアリングピンですね。これはないですね。トリガーは E2 よりこの厚みがあるタイプですね。こちらも金属製になります。この銃はですね、この通りダブルアクションが可能です。トリガープルもですね、P226 共通で軽い方なんじゃないかなというふうに思います。フレーム右側前方にですね、こちら刻印が入っています。これ KM25 って書いてあるので、これはMK マーク25を意識した刻印ですかね。マガジンの装弾数は25発です。東京マルイのようにですね、こちらにシグザウアーの刻印はないですね。あとこれ分割式のマガジンですね。このマガジン残念ながら注入バルブは吹き戻しのない海外製でした。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらはですね、まずスライドをこちらまで引いてですね、テイクダウンレバーを90度縦にするとスライドとフレームに分解できます。通常だとこのリコイルスプリングガイド式ですね、これが抜けると思うんですけど、これね、ここ見えますかね。ここがぎっちり詰まってて、これ東京マルイだともう少しここ隙間があるはずなんですよ。なのでこれどうやっても抜けないんですよね。これやり方あるんですかね。ちょっと私が抜けないので、ちょっとこのままでいかしていただきます。このスライドストップですけど、この中にですね金属パーツがあるようなので、こちらで止まるんだと思います。機関部はですね、このトリガーバーはスチールですね。あとはちょっと不明ですね。あとちょっと気になるんですけれども、これ個体差だと思うんですが、このスライドとフレームの隙間なんですけど、後方の方がかなり広くなってる感じがするんですね。なんかちょっと浮いてる感じがしますよね。あとこの付属でですね、このシリンダーが一つついてきます。これ装着されているものと性能的に違うかはちょっと不明です。全体の感想になりますけれども、やはりシールズのサイドアームズとして採用された P226 は非常にやっぱかっこいいですね。E2 のコントラストのあるスライドも良かったですけれども、この全体がマットブラックな色合いも何かプロフェッショナル感があって良い感じがします。グリップの握りやすさと、あとトリガープルの軽さなど、実写は非常にしやすいですね。このスライド前方とバレルがですね、辛い位置になってるっていうんですかね。これも取り回ししやすい点だと思います。ただ実写についてはかなり不満がちょっと多いですね。箱出しではスライドとフレームの摩擦が大きくてですね、かなり動きが渋かったです。最初すり合わせやグリスアップはこれ必須ですね。とにかく冬場の実写は非常に厳しいなという印象です。マガジンのですねガス容量も敏感で、ガスの注入多すぎると生ガスを吹き出します。なので実写に最適なガス容量もこれやっぱり少なくて、これ冷えには弱いですね。あとエンジンもやっぱり若干古さを感じますね。あとかなりの確率でスライドストップがかかりません。これ夏場は大丈夫なんですかね。なので東京マルイの E2 マガジンと互換性がありそうだったので、ちょっとそちらも試したんですけれども、これ今写真出してますけど、若干放出バルブやガスケットの形状が違くて、逆に東京マルイのマガジンの方が打ち味もちょっと弱くて、スライドストップほぼかからない状態でした。多分ですけど実写時にマガジンとシリンダーの密着度が悪くてガスが漏れてるんじゃないかなと思います。東京マルイの P226 レイリの旧マガジン、この分割式のがあったと思うんですけれども、ちょっとそちらも試したかったんですが、ちょっと入手できませんでした。あとなぜかフロントサイトにホワイトドットがないですね。
これ個体差じゃないですよね。あとフレームのパーティングラインや隙間、こういう作りの粗さや、クオリティはやっぱり値段相当かなと思いました。今回の目的はマーク25を再現したくってスライドに2点ほど工夫をしました。まずはこのスライドにですね、特徴的な怒りのマークを再現しました。本当はレーザー刻印等がいいんだと思うんですけど、私にはその技術はないので今ちょっと写真で出してますが、まずはその怒りのマークを型取りしてマスキングしてサーフェイサーホワイト等で塗装しました。あと最後にトップコーティングして、細かいところをちょっと削ったりして調整しました。ちょっと出来上がるとちょっと大きすぎたかなというのを思いますね。ちょっと最終的な出来は散々ですけれども、遠目で見る分にはですね、なんとなく怒りに見えるので、今回こちらでご勘弁いただければと思います。あとですね、マーク25の管理用 QR コードですね、こちらを貼っています。こちらは購入をしました。いかがでしょうかね。この2つがあるだけで随分印象が変わると思います。ダブルベルシグ P226R のですね、実写性能については、ある程度予想はしていましたが、かなり厳しい性能だと思います。特に冬場はまともに打てないことが多いと思います。作り自体もかなり粗い作りが多いですね。実写性能だけで言えばもちろん東京マルイをおすすめします。ただ昨今のですね、ガスガンの値段を考えると、この値段で購入できるガス風呂はありがたいと思いますし、今回のマーク25化仕様のようにですね、チャレンジするための P226 として、実験的な扱いにはおすすめに一丁かなと思いました。いろいろ言ってきましたが、私としてはですね、憧れていたマーク25仕様ができて非常に満足しています。冬場の実写は厳しかったので、今度夏場にもですね、再度実写をしてみたいと思います。あまり参考にならないと思いますが、この動画がマーク25にチャレンジしたい方の参考になれば幸いです。それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。